ティラノテチョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一ストレス説で5つやっていきたいと思います。こちらの対戦相手が星学クランということで、非常に並んでますね。学星が。で、36対40ということで、こちらで負けてしまいました。ただ面白いのがね、おっさんもね、学もね、逆にこけてるんですよね。これ面白いっすよね。どうなんだろうね。相手のクランを勝たせるためにわざとこけたんですかっていう疑念も出てきてしまいますが、自分たちの配置を攻めてるな。学はね、違うとこちゃんと攻めてたと思ったらこっちか。とこ攻めてたね。はい。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、デッサン。スーパードラゴンとライドラ編成。これめちゃくちゃうまかったっすね。ライドラ両サイド削っていって、スーパーバーバリアンで大砲を潰しに行きます。最近だとね、結構、プロのね、クラクラプレイヤーも日本人でもかなり増えてきてましたよね。ナビ以外にもね、契約するクランが出てきたりとか。今はね、GS が、チャスマックとかね、その辺が、解消されました。ユナイテッドゲーミング GS っていうところだったり、あるんですけどね、これめっちゃうまくないですか、このライドル。見て。バチコーンモノリスまで折れていく。これえぐいね。サイドカット気持ちよすぎるでしょ、このライドラ。そしておでん像までこのライトニングで落としていきます。そういうね、プロじゃない人でね、僕、デッサン一番うめんじゃねえかって最近思い始めてきましたね。5V5 もやってないしね。対戦経験がほとんど、5V5 のね、対戦経験はほとんどない中で、僕は日本人で一番うまいんじゃないかなって最近思い始めました。今までそんなこと考えてなかったんですけど、考えてもいなかったんですけど、さあ、スケルトンの呪文を置きつつ、キングクイーンを展開して、反対サイド、レイジタワーと投石機にフリーズをかけて、真ん中貫通もかなり綺麗な形ができてますよね。もうライドラパートもこれ兵器使ったようなもんですよ。さあ、レイジを2枚置いていって、ロイヤルチャンピオン殴られてたんですけど、これもうレイジのゴリ押しですね。フリーズのような使い方をして、ライドラもいいチェーンをぶち込んでいく。投石機もぶっ飛んだし、あとロイヤルチャンピオンが残ってるんですよね、この状況で。さあ、緑ゲージのスーパードラゴンがなぜこんなところに生存してるんでしょうか。フェニックスの強いところはこういうところもね、対空砲の今タゲを吸ってくれてるんですけど、しかも一瞬無敵効果でね、対空砲吸ってたからね、これスーパードラゴンもウォーデンもだいぶ長生きできる結果になりましたと。さあ、ここからスーパードラゴンが延命されたことによって対地クロスの方へと向かいます。さあ、ドッカンとスーパードラゴンを折りまして、なんとロイヤルチャンピオンなしで全開を取っていくと。先日ね、ガクとデッサンのね、1v1 の対戦とかもね、配信したんでね、見てない方ちょっと見てみてほしいんですけど、非常にレベル高かったですよ。それも踏まえまして、デッサン相当うまいですね。もともとね、何ヶ月かも最近やってたので知ってはいたんですが、すごいね。さあ、よっちさん、クイヒーホグ。よっちさんも今月はずっとクイヒーホグかなきっと。さあ、クイーン出しつつ、突撃艦を飛ばしていきます。強いね。イーグルまで折れるとちょっと何かに釣られたのかな。ミニエティどこ飛んだんだろう、今。誤爆で潰れたのかな、今の。なんか飛びかけてたけどね、今。さあ、ホーミングチェックプラスっていう感じだったんですけど、援軍まで釣れたのは本当美味しいね。ネクロとアイスゴーレム。超美味しい。ちょっとこれはネクロの方がポイズンを避けましたが、ガーゴイルでとどめ。さあ、2枚目のホーミングチェック入れていきます。アーチャーとかでね、こういうね、時間のかかる施設を削っておくのとかも大事ですね。さあ、このガーゴイルもダケリタンクを削ってくれて、こういうのほんと大事です。1枠とかでね、時間が変えるんで、1枠ですよ、1枠。やり得です、こんな。テスラがあったらテスラの位置もわかるんでね、僕ね、ターンホール9の頃からこういうのめちゃくちゃやるタイプなんで、大好きです。星さんとかもね、昔はやってなかったんだけど、結構やるようになってるんだね。さあ、ここはクイヒーの方、多分投石に入れたい流れだったんですけど、ちょっとキングのね、カットも間に合ってないので上に膨らみつつ、フィスト使ってここは戻していくんですが、対空砲が折れて、ようやく戻ってきた。ただちょっとヒーラーが、投石のターゲットを受け負っちゃってるので、ここはフリーズをかけて延命しつつ、ボールブレーカーしっかり通っていく。さあ、余ったアイゴレ1体出てきましたね。さあ、スーパーホグが下から展開されていきました。
さあ、ここはトームは我慢して、追加のスーパーホグ入れつつ、そろそろ打ちたいね。ナイストーム。うん。さあ、ここはクロークと、インビジブルが被りましたが、死なないのが一番ですね。さあ、フリーズをマルチ IT の方にかけつつ、見てください。今、ようやくね、アーチャーがエリクサータンクを削り切りました。いかほどかかるか時間がというわけですよ。なのでね、これを回収早めにやっとくのは本当大事ですね。さあ、呪文は全て打ち切りまして、ロイヤルチャンピオンが能力を持った状況です。クイヒーの方も耐えたい、これは。投石の方もホグライダーが入り込みつつ、ブーメラン。おー、折れました。さあ、対地クロスとのクイーンの対マンなんですが、これユニコーンが残ってくれてるのが相当でかいですね。ヒーラー 1.5 枚分の回復量があります。さあ、ウォールブレーカー余裕を持って入れつつ、ナイス全開。ちょっとね、クイヒーの方 HP 管理がね、苦しい火力だったんですが、ナイスですね。さあ、ユタ14さんですね。クイヒーの、スーパーバーバリアン編成、ウッドランチャー型でやっていきました。まあ僕は、ね、さっきも言ったんですけど、このアーチャーね、僕好きなんで、こういうのやります。はい。6時とね、3時、3時と9時のアーチャーカットは、まあ基本的にスーパーバーバリアンでね、この、1枠で削れるのに、ここにレイジ能力を使うのは非常にもったいないと思うので、スーパーバーバリアン編成でもね、アーチャーとかガーゴイルで取れる施設っていうのは、事前に削っておく方が、スーパーバーバリアンのね、レイジとか、キャンプとかって広いので移動距離も長くなるんでね、こういう1枠結構大事だと思いますね。後でここもスーパーバーバリアンも通すんでね、こういう重い施設に時間取られるのもったいないじゃないですか。なので今回は削りを入れているという形ですね。で、空飛の方の解説はちょっと遅れたんですが、フリーズ一発でオデンゾーの火力を抑えつつ、テスラもかなり生えたんでね。空飛に関してはどっち行ってもいいように、空飛をスタートしていきました。行った方で流れ決めようかなと思いましたが、テスラも生えてるので、これは左の方に流れそうですね。さあ、流れてきた方のマルチ IT 対地クロスボウのところは穴開けしていきます。そのため、スーパーバーバリアンでサイドカットをここしていくと。残った方はキング使います。はい。で、こちらもキングのためのサイドカットスーパーバーバリアン少し通しつつね、こういうところだよね。うん。キャンプが削れてることで、直接アーチャーターンの方にスライドしてくるバーバリアンを作れたりとか。で、ランチャーの方でクイヒーは誘導していくイメージですね。うん、ここもね、ウッドランチャーの角度が良かったので、ラバネクロっていう、ちょっとね、特殊な編成だったんですが、ネクロの方にウッドランチャーを飛ばすことができました。ちょっとね、これ、キングのルートミスっちゃったんで、スーパーバーバリアンの方までね、手が回ってなくて、キングのルート強制できなかったんですよね。これはね、ミスプレイ。完全にミスプレイ。ミスプレイが起きてしまったんですが、ここはリカバリでなんとかしようかなという形です。さあ、ロイヤルチャンピオンの方をね、延命することをここはね、試みてましたね。さあ、クイーンの方はクローク打ちつつ、スケルトの呪文とかね、もう焦ってますね。いろいろ後手後手に回っちゃってるので、ちょっとね、この辺はね、うまくないなっていうところなんですが、プランとしてかなり強いので、外周部もね、クイーンが流れないようにスーパーバーバリアンで、3時だけじゃなくてね、こうして9時の外側まで大きく削っておくのは大事ですね。クイーンが外の施設、一応穴も開いてるんでね、流れる可能性もあるので、さあフリーズ固めつつ、さあスーパーバーバリアンこうして防衛施設からいきなり投げることができて、ちょっとキングがね、後ろの方に走り出したので、ここはフリーズで止めつつ、裏回収。うん。まあ、キングのルートだけ若干崩れたんですが、まあ、本来はね、ウォールブレーカー穴開けしてこの辺に入れて、ピストトームでね、いろいろドッカーンといっていくイメージだったんですが、まあ。はい。まあ、このメンバーだとね、あんまりプレイングのミスっていうのはね、結構少ない方なので、結構ね、こういうなんだろう。自分のアタックでこういうのがね、出ちゃうとね、やっぱブランクじゃないけど、差を感じるところだったりしますよね。まあ、それでもね、ミスが出た中、前回を取れたのは、まあ、プランニングの方が良かったかなという、あれにもなるので。僕は結構ね、プランニング立てるのも苦手な方なので、どっちかっていうと。見たものに対して評価するとかはね、結構得意な方なので、逆に言うとね、解説とかはできるんですが、自分でね、0-1のプラン立てるの結構ね、苦手なんですよね。このイエティもうまいですね。バーバリアンでテスラチェックをした後に迫撃砲のターゲットを取るシューター刺して、まあ、このね、シューターのサイドカットによってキングも内側の方に入ってジャンプで合流するイメージなのか。あ、ウォールブレーカー使いましたね。ジャンプは持ってますが、ここはウォールブレーカーで誘導をかけていきます。これキングも一緒に入れるような穴開けになってますね。さあ、援軍は変なもの出てきましたね。さあ、キングも戻りつつ、オーデン一気に遠見入れて、なんだこれ、タウンホールもすげえダメージ入ってんぞ。
さあ、いいと思う。まあ、これスーパーボーラーが手前にあった施設越しにね、タウンホールに特大ダメージ。折れたら激アドだったけど。さあ、ここもレイジ起きつつ、キングも内側入ってますね。インビジブル使って延命していって、あとはスケルトン、ジャンプ、レイジが1枚ずつあるので、それぞれまあ基本的にはタウンホールの周りの施設がね、重いので、この辺を突破するために呪文は振り分けていくかな。さあ、ここはちょっと、スーパーボーラーとクイーンにかかるレイジを打ったつもりだと思うんですが、スーパーボーラー一瞬で溶けちゃいました。真ん中貫通がこれでできましたね。まあ、いくらね、スーパーボーラー編成とはいえ、この辺の、ジャンプはとりあえず起きました。おー。さあ、クイーンはジャンプには反応してくれず。来た。なんか来た。さあ、ターゲットの取り直しが起こりまして、クロークを持ったクイーンがここでやってきます。さあ、クロークを使って、これはロイちゃんの補助ですかね。アーチャータワー大砲とかをね、早めに落とすことができれば、ロイヤルチャンピオンも生きるであろうというところだったんですが、ちょっとそこの延命まではできず。ただね、イエティとかも迫ってきてるので、残った方の反対サイドはね、防衛説を削りつつ、スケルトンの呪文もこれ回収に完全に回してますね。さあ、ユニットは結構少なくなったんですが、真ん中貫通きっちりできましたので、これで全開です。そうっす。意外とね、こういう広い配置って、タウンホールの奥の方をね、破壊するの結構難しかったりするので、さあ、ET さん、ホグ編成ですね。スケルトンインビジブルのホグ編成。違うな、これ。花火だな。ポイズン入ってましたね。ウィザードか。はい、トツウィズ入りましたね。タウンホール越しに対地クロスボウも折れて。クエイク揺らしますが、これ初手で打ってたら対地クロス反対まで折れましたね。ちょっと、欲張りましたかね。クエイク温存できそうと思ってやったのか、忘れちゃったクエイクだったのか。反対の対地クロスボウがね、相当ギリまで持ってきてたので、で、その途中で大工が入ったんですよね。まあ。さあ、アーチャーの回収。さあ、イエティバルーンでウィズ島を降りつつ、アーチャータワーまで削りたいんですよね、これ。アーチャータワーまで破壊を見たいので、ここでイエティを少し伸ばしていったイメージ、きっちり折ることができました。さあ、ベビドラサイドカットも入れて、これロイちゃん捕まっちゃうんで、ちょっとベビドラ貯めてもよかったかもしれない。でも折れたならいいや。結果オーライ。ジャイアントバネトラップ解除きっちり引く。ここから追い合い後でフリーズ入れてもいいかもしんない。インビジブルの方で対応しましたね。オールブレーカーは謎な位置。クロスつかないんだそれ。なんでこれクロスボウつかないの意味わかんないな。今の角度はだいぶクロスつくけど。このオールブレーカーちょっと審議ですね。さあ、バルーンからホグ。うまいですね。ウィズ島のターゲットはバルーンで取ることでね。クラロワとかは違うんですけど、クラクラはね、陸と空同時にターゲットを受けないんでね、範囲ダメージ。ウィズ島とか投石はね、空にターゲットったら陸には当たらない仕様。これね、クラロワ始めた時僕びっくりしたんですけど、当たるんですよ、クラロワは。バルーンとホグが同時にね、ダメージ受けるんですよ、範囲ダメージ。ってびっくりしました。さあ、ここは、ロイヤルチャンピオンも能力残した状況で、フリーズ一発最終区画へ。このクロスボウ折れてるとね、非常に楽だったところなんですが、それをね、しのぐぐらいのユニットの量が最終区画までやってまいりました。結構ね、クラクラとクラロワって似てる要素多いんだけど、そういうところが違うんだっていうのがね、意外な要素ですよね。僕がクラロワ始めて一番驚いたのはそこでね、ケンツさんにそこって言われましたね。さあ、ナイス展開。さあ、本日ラスアタック森尾さん、クイヒーホグですね。さあ、タウンクイヒーのようなイメージかな。なんかこんなような配置も、タウンクイヒーのディガホグとかちょこちょこやられてるようなのが見ますね、昔から。ベビドラサイドカット入れつつ、反対サイドシューターを置いて、バルーンの方でもサイドカットを入れています。こういうのもいいね。ダクエリの方をね、ガーゴイルで回収できますね。キングのためのサイドカットかなと思うんですが、ここは、
大砲も削りつつ、ここ迫撃砲のターゲットを取る一石二鳥のホグビズうまい。そして次のターゲットもこれ、ウィズがね、今ターゲ取ってくれてますね、迫撃砲。超うまい。で、反対サイドバルキリー。この迫撃のケアの仕方うまいよ。両サイドの迫撃をこれで。大砲を両サイド壊しつつこれ突破できてますね。あ、このやり方面白いね。ちょっと真似したいね。これをクイヒーと同時並行でできるのは相当うまい。さあ、ウォールブレーカー開けましたが、これはダミーかな？キングを入れたいようなウォールブレーカーではなくて、多分レイジターンにつけるためのウォールブレーカーですね、これ。さあ、援軍がまた、ネクロとアイスゴーレムというところ。キングここ、ピスト使って、そう、このレイジターンにつけるためのウォールブレーカーですね。アイゴレのフリーズとは被らずしっかり通っていきました。これしかもキング、マルチまでいけんじゃない？さあ、もう一回ここはフリーズ置いて、フリーズが解ける前にスケルトンを置いて、非常にうまい。そして反対サイドからホグラッシュ。イメージとしてはなんか4時から行くことの方が多そうなんですが、これは9時から行って、理由としてはこのトームのバリューのデカさですね。透析区画とロイヤルチャンピオンの処理をね、ストライカートーム入れることで、非常に簡単にね、処理ができるっていうところ。逆に言うと4時から行くとそこが終点になるので、ストライカー処理と、まあ、透析マルチ IT レイジターっていうところのね、区画が最終区画になるので、まあ、トーム打つならユニットが一番多いね、そこから入ろうっていう流れですかね。まあ、そうするとちょっと食い火のバリューがね、最後仕事薄くなっちゃうところなんですが、ホグのバリューがでかいということでね、まあ、トームかな？こっちから入った形ですかね。バカ強い、これ。まあ、言うたらほら、クロック余るわけじゃないですか。食い火の仕事量は最後ね、少なくなるんだけど、まあ、ホグのパートの方が非常に強く、それでも全開取れるかなというところで、こういう旋回ですかね。はい、というわけでね、ちょっと全回数の方は少なくなったんですが、2戦目、ガクと星さんのクランに負けましたと。まあ、当たり前ですけど、対戦相手強いですね。まあ、ちょっとね、2日目にしてこのクランに負けてしまいつつ、まあ、このクラン、星学クランがいるんでね、ちょっとリーグの首位っていうのちょっと厳しそうですねっていうのが現在の状況です。まあ、ただね、前回になったもののリプレイの精度っていうのが本当に高くて、まあ、デッサンのね、最初もちょっと触れたんですけど、めちゃくちゃうまいですね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。さよなら。